です。ああ、グリエちゃん。待ってたよ。どうぞ。ごめんね。いろいろ頼んじゃって。いいえ、芸家のお役に立てるならお安いご用です。フォンボルテール卿にもよくお礼言っとかないとね。優秀な部下を貸してくれてありがとうって。ああ、それはぜひ。うちの閣下、人から褒められないと俺の重要性を分かってくれないんで。そんなことはないんじゃない？ヨザックが一番頼りになるっていつも言ってるみたいだし。本当に？それは初耳。いつそんなことを？ああ、ごめん。多分そうなんじゃないかなって僕が勝手に思っただけ。ですよね。そんなに落ち込まないでよ。彼が君を信頼しているのは確実だから。だといいんですけどね。決まってるだろ。そうじゃなかったらさ、彼の性格から考えて君を僕に貸し出したり信用病に出入りさせてたりしないよ。すみません、大賢者直々慰めてもらっちゃって。大丈夫、そういうの割と得意だから。そうなんですか。ところでヨザック、例の件はどうなったかな？すみません、報告が遅れました。芸家がおっしゃっていた白いカラスという集団、ちょっと難しいですね。どういうこと？ご命令通り大シマロン領内で追跡調査をしたんですが、動きを知っているやつがなかなか捕まらなくて。あんなに大っぴらに動き回ってるのに？ほら、ベラールの後継者のランジール2世。そう、あの男の周りにも白いカラスの関係者はうろうろしてるじゃないか。そうなんですよね。曲がりなりにも一国の王様のお墨付きっぽい集団だから情報収集くらい楽勝なんて思ってたんですけど、読みが甘かった。君がそこまで言うなら相当なんだろうね。実際白いカラスの構成員は数多いんです。でも接触しやすい下っ端は自分が所属している団体の真の活動目的を知らない。せいぜいランジール2世の私的な警護兵か、情勢不安な大シマロンを仕切る治安維持部隊とでも思ってるようでね。真の活動目的。そのあたりは芸家が一番よくご存知なんじゃないですか？難しいね。前にも言ったじゃないか。僕が覚えているのは遠い昔に白いカラスを組織したジェネウスという名を持つ男で、彼は大賢者の記憶を持ったままシマロンに生まれ落ちた孤独な魂だったって。だけどそれもかれこれ2000年前の話だ。おまけに僕の中のジェネウスの記憶はなぜか途中で途切れてて。記憶が途切れている？おかしいだろ？何一つ忘れることがないようにってあいつに呪いをかけられてるはずの大賢者の記憶がないなんて。あいつって芸家、そんな言い方は。別にいいだろう、昔なじみなんだし。僕一人くらい神王をあいつ呼ばわりしたって。そりゃまあそうですけど、一応ここ神王廟ですし、家主にあんまり喧嘩は売らない方が。あっちがどうしてもって言うからここに住んでるだけなのに、家主面されたらたまんないよ。僕にしてみたら血明城の空き部屋に投留した方がずっと便利なんだからね。そんな天井に向かって叫ばなくても。わざと聞こえるように言ってんの。どうせここにいたら僕たちの会話なんてあいつに筒抜けなんだから。そうなんですか？うわ、そりゃうかつなことはできませんね。まあいい、話を戻そうよ。なんだっけ？シマロンで孤独死した2000年前のジェネウスの話だけど。やっほー、村田。渋谷。坊ちゃん。あれ、ヨザックも。もしかして今お取り込み中？いや、平気だよ。どうしたの？いや、用っていうかちょっと通りかかったからさ。はははは。ふらっと通りかかる距離じゃないだろ。確かこの時間帯は。もしかして陛下、ギュンター閣下のお勉強会抜けてきちゃったんでしょう。渋谷、サボってて大丈夫なの？いや、サボってるわけじゃなくて、ほら昼飯食ったばっかだと腹いっぱいで眠くなるからさ。それにギュンターも国の仕事でいろいろ忙しそうだし。ギュンギュン閣下、
その仕事全てが束になってもかなわないくらい陛下の教育に愛と情熱を注いでるのに、今頃血明状で泣いてますね。ああ、かわいそう。ああ、ちゃんと大佐孝行してあげなよ、魔王陛下。ああ、だってギュンタなんか暑苦しいんだもん。それに今日の講義は新魔国建国の歴史についてだったんだよ。だからその辺は本人に聞いた方が早いかなって思ってさ。本人って？まさか渋谷？うん、さっきまで新王と託戦の間で喋ってたんだ。やっぱり4000年前の歴史を当の本人から直接聞けるなんてなかなか貴重っすね。そういう問題じゃないよ。で、新王は何だって？それがさ、なぜか途中から人生相談みたいになっちゃって。あ？誰が誰の？だから俺が新王の悩み事相談の聞き手みたいな。相談って、彼渋谷の何百倍生きてると思ってんの？そうなんだけどさ、でも長生き選手権ぶっちぎりの超長距離ランナーのお前だってよく変なことでうじうじ悩んだりするじゃん。僕がいつうじうじ悩むって？ゲーム発売日にフィギュア付き初回限定版とボーナス CD 付き初回限定版のどっちにしようかとか。それは渋谷のお兄さんだろ。僕は迷ったら両方買う主義だから。金持ちめ。まあそれはともかくご長寿まっしぐらの村田だって人生悩むこともあるわけだろ。そう考えたら人生後半戦ずーっと引きこもり気味だった新王が悩んでるのもなんか共感できるっていうか。まあ村田健はあくまでも君と同じ16歳なんだけどね。また芸か。自分に都合のいい時だけ若作りして。うるさいよ。それにしても何なんですかね、新王陛下の悩み事ってのは。ああ、村田だよ。前から新王言ってただろう。長い付き合いの村田の行動が把握できないって。あのね渋谷、何度も言うけど新王と腐れ縁なのは初代の大賢者なんだから。だいたいさ、彼が僕の行動を逐一把握する必要なんてないだろう。もうそんな冷たい言い方すんなよ。あの人はあの人で村田のことを心配してるんだからさ。俺だってちょっと前に村田とヨザクがコンラッド連れてっちゃってすっげえ疎外感だったんだからな。だからあれは無断貸し出ししちゃってごめんって謝っただろ。いや別に貸し借りの問題じゃないけどな。コンラッドは俺の持ち物じゃないし。あらやだ坊ちゃんたら。それってあれでしょ、地球でいうところのジュラシックってやつ。いや恐竜は関係ないと思う。渋谷ナイスボケ。グリエちゃん、それを言うならジェラシーだよ。なるほど、奥深い。とにかく村田もあんまり隠し事しないでちゃんと事前に相談しろよ。俺とか新王とかにな。もちろん俺でも構いませんよ、芸か。肝に銘じておくよ。まあ大シマロンのゴタゴタの方もそんなに深刻なことにならないといいんだけどね。幸い次期国王のランジール2世は大した器の男じゃないみたいだし。ランジール？あの前髪くるくるの人？ベラールの甥っ子なんだっけ？そのようで。言われてみればちょっと濃い感じが似てるよな。確かに大シマロンを拠点に動き回る連中の裏にいるのがあの男だけなら我々魔族にとってさほど深刻な脅威にはなり得ないでしょう。ただね、俺もちょっとばかり変な噂を耳にしてまして。変な噂？ヨザック。なんだよ村田、なんか知ってんの？いいじゃないですか陛下。あなたも隊長も陛下を大事大事に守りすぎです。あんまり内緒で動き回るとこないだみたいにまた陛下が女装で舞踏会に殴り込みなんて事態になりかねませんよ。その説は重ね重ねご迷惑を。変な噂というのはね、聖鎖国のことです。聖鎖国？聖なる砂の国と書いて聖鎖国。確か正式名称は神魔国と同じような長ったらしい名前だったような気がするけど。ここから遠く離れた最果ての地にあるという謎に包まれた国です。一説に
親族たちが住まう国とも言われていますが、何しろ長い間他国との国交を持たず、ほぼ鎖国状態なので。ああ、なるほど。そりゃ正鎖国なだけに。鎖国とか言うなよ。あ、渋谷さ、ダジャレのレベルが大暴落してるよね最近。なんかすみません、うちの隊長が。それでその国がどうしたって？その正鎖国で最近何やら不思議な動きがあったとか。まあこれも大島論の情報屋が言うことですから、どこまで信用できるかわかりませんけどね。とにかくここ最近正鎖国の大物が突如国を出て人間たちの国へ亡命したとかしないとか。大物って誰だよ？さてね、それが分かれば苦労はしません。あくまでも噂ってことですんで。それって何かすごいことなのかな？どうだろうね。残念ながらその材料だけじゃ今の僕には判断できない。ただいろいろなことが同時に起きているような気はしますね。うん、そうなんだよね。近畿の箱の時はある程度世界の動きが僕にも見えていたんだ。何しろスタート地点での首謀者の一人だったから。そうだよな。村田のたぬきっぷりに俺も随分振り回されたし。そういう言い方は勘弁。僕だって辛かったんだからさ。じゃあ聞くけど、村田。何？お前今何にも企んでない？なんだよ渋谷、その質問は。笑うなって。俺はマジだぞ。宗師たちを倒すとき、お前最後の最後に俺を裏切るみたいなことしたじゃないか。うん、ごめんね。坊ちゃん、あれはどうしても必要な演技だったんだって。そんなことは分かってんだよ。でもあれは本当にショックでかいんだぞ。村田、今度はそういうことはないんだろうな。うん、ないよ。本当だな？絶対なんだな？約束できるか？本当に絶対だ。約束するよ。君を裏切るような真似はしない。ゲーか。今度やったら一生絶好だかんな。絶好は嫌だ。じゃあ約束守れよ。うん、分かった。はあ、こんないい場面、ギュンター閣下が目撃したら、なんという素晴らしい友情でございましょうなんて、感動の汁にまみれて溶けてますね。想像しちゃうからやめてくれよ。では俺からも便乗して一ついいですかね、陛下。何？隊長が、いやウェラー卿が今後何か行動を起こすことがあっても、それは陛下あなたのため、ひいては新魔国のためだと信じて差し上げることができますか？なんだよ急に。ウェラー卿もかつてやむにやまれぬ事情があったとはいえ、魔王陛下を裏切りました。まあぶっちゃけあの男は肝心なところで要領が悪いんです。だからまたうまく説明できずに何かしでかすかもしれない。それでもあなたは彼を信じてやれますか？うん、もちろんだ。渋谷、コンラッドは絶対に俺を裏切らない。そう信じてる。だから大丈夫だよ。それを聞いて安心しました。ウェラー卿のが僕より断然信用あるんだな。ここは親バカな隊長に花持たせてやってくださいよ。その代わりゲーカは俺が全力でお守りしますんで。ディフェンス力の問題か。まあ僕も運動神経だけは君たちに勝てる気がしないよ。でしょ。なんか言った？何にも。